寄せ集め編始まるよ。誤解がないように、総集編とは違います。動画の構成上紹介できなかったもの、それらを寄せ集めた回です。今回はエミーラから紹介するわけですが、例えば前回紹介したこいつが見え隠れ、同時期に別系統のイベントも開催されていたのです。ソシャゲは忙しいのだ。前回は同じ系列のイベントをまとめたので、今回はあぶれたものを拾うわけです。割とどうでもいい状況説明は終わった？終わりました。事実だが辛辣すぎる。さて、これはスペシャルイベントらしいのですが、デイリーイベントにしか見えません。あとは、イベントチケットが2枚だったり3枚だったりする。そんなところでスペシャル感出すのやめてくださいよ。それではまずはアンロックを目指しましょう。やってやるぜ。特に思い入れもないのでサクサク進めましょう。さらっと問題発言すな。実際問題、この車が役立った場面を思い出せないぐらいです。確かに。そうは言ってもアンロックしておくのは悪いことではありません。常にテリー兄貴になる可能性はあるからな。ちょっと字幕ミスってんよ。カネックスハンドリング最高速カネックスエミーラ。アンロック工事完了です。成し遂げたぜ。なんだかんだで車が増えるのは嬉しい。藤井隆。なんだかんだ。ちなみにこのエミーラのイベントでは最大ランクで試乗できます。だからといって乗りやすいわけでもない。最大ランクで乗りやすくない。あ、先ほどデイリーイベントみたいと言いましたが、これは当たらずも遠からずです。イベント内容はそこまでボリュームはなく、週末に何度も開催されました。今回はクラブ報酬をいただくぞ。クラブの皆様に感謝。エミッタエミッターってなんだ？上沼恵美子先生か。怒涛のつぶやき見れそう。それツイッターだわ。エミッターはですね、ダヴィンチのフュージョンで利用します。オブジェクトが粒子状になる。いずれはそういうね、画面効果もお見せしたいと、そのように思っております。まだまだ使いこなすには時間が必要です。多機能すぎるからね。エミッターの話してたら、このチャプター終わっちゃったよ。雑談はいつものことよ。開き直んな。行くぜおいということで三つ星レストランなら最高評価なのですが、ママへはこの車にトークンは使いたくない。4つ目の星はいずれいただくとしましょう。いつになることやら。ではこの車について説明してもらえるかな。最高速以外は優れているとは言い難い。加速はまずいですよ。これは深刻な数値です。最大ランクで乗りにくいのも頷けますね。お次は以前紹介したこの車。絵文字で表現できるのすごい。早速カーハントやっていきましょう。デイリーイベントに隠されされてる。さあ報酬をいただくぞ。テンポ早いですね。最高速加速スピードスター。必要な設計図の枚数が厳しい。強い車ならこの枚数でもいいのですが、残念ながらこの車は弱いのだ。交渉裁量としてはなかなか優秀かも。この車が育っておらずスペシャルイベントが集まったということもあるかもしれない。結局ね、地道にやれるかどうかですよ。やれる人は多分少ないけどね。その積み重ねの差がガレージにも現れてくる。まあ課金にはかなわんがね。無課金の限界を知ったので初投稿です。前から知ってただろう。フラッシュ。おっとこれはどうしたことか。設計図が足りていないぞ。カーハントはもう飽きたんだよね。なるほど、残りはクラブのマイル。おお、270万ですか。大したものですね。私も17万稼いでいる。少しは貢献できたかな。ドバー。長く苦しい戦いだった。苦しい部分は全部カットしました。視聴者の皆様と苦しみまで共有する必要はない。優しい。苦しんでる姿が見たいっていう人もいたかもしれないけども、一理ある。そういった方々にはトライアルズシリーズがおすすめですかね。それは苦行バイクなのだ。いつの日かプレイ動画を紹介できるといいですね。それ絶対紹介しないやつじゃん。あれは嘘つき。大人は嘘つきではないのです。間違いをするだけなのです。イブニングドレスに身を包んだ F1 マシンの紹介です。お前は何を言っているんだ。そんな感じで開発したらしいのである。凡人には理解できまへん。まあいつものように設計図を集めていこう。よろしくお願いさしすせそ。いきますよ、いくいく。モス最高速カネックス。スターアップ工事完了です。お、やべえ、110番だな。急に通報すな。星の数が少ないと必要な設計図のしわ寄せがひどいことになる。割に合わねちなみにこれは2回目のカーハントだと思います。覚えてるなんてさすがです。1回目でサボったからね、今回が大変なんです。自業自得ですね。そうだよ。まずさあ、屋上をワンダバッバッバッ
展開が早すぎる。忙しい人にはありがたいでしょう。どうだかね。じゃあまず年齢を教えてくれるかな。直樹です。混ぜるな危険。自己紹介はこれぐらいにしてこの車についてお話しします。年齢が直樹って紹介なんだ。このランクにしてはなかなかまとまった性能です。でも肝心のランクが低すぎる。まあイブニングドレスに身を包む必要があったからな。性能は犠牲になったのだ。最後はカードパック開けていきましょうね。今回は 20%、底引きは少ないかもね。よし、じゃあぶち込んでやるぜ。ボスお願いします。一路日産、エリーゼ、リラマイバー、ヌラスト、ケンナオコ、チャレンジへ暴力、フェアレディ、アルストン、チャレンジへ暴力。やったぜ。出足が好調すぎる。逆に不安になります。わかるマン。この車について当時は評価していたと聞いたのですが、間違いありません。そもそもこのカードパックを開けたのはこの車の設計図を集めるためでした。そして私の技術では F1 が使えないという懸念がありました。そういった経緯でバランスのいいこの車に白羽の矢が立ったのでした。あくまで当時の思惑なんですけどね。今の私なら F1 を最重要視します。まだまだ開けるぜ。よろしくお願いします。フォルクスワーゲン、Super Trofeo、イーテンス、イオタ、アルストン、ケンナオコ、マイバー、ライカマロ、チャレンジへ暴力。設計図がまんべんなく排出されている。いい感じだで。この調子で次です。イーテンス、ワールカン、赤カマロ、フサフサ、アルフィエリ、ランエボ、ケンナオコ、異国情緒あふれる乗り物、ライこれまでがうまくいきすぎてた。ただそれだけだ。体のどこかに当たってくれ。スーパー頑張りゴールキーパー。ライ TDF、カールが水素の音。 Super Trofeo、アルストン、ケンナオコ、 Super Trofeo、ライン。 Super Trofeo。徐々に偏りが見えてきた。でも底引きじゃないのでいいよ来いよ。ここまでなかなかいい具合にことが進んでいるのではなかろうか。当初の予定とは多少のズレが見られます。この辺りで裏間の育成に舵を切りました。いずれかハントが来そうでもったいないかなとも思いましたが、何気にまだ一回も来てないんだよね。まさかここまで引っ張るとは思わなかった。まだだ、まだ終わらんよ。ポルポルくん、アベンタドール、カマロ、オマージュ、ライフォルクスワーゲン、ランエボ、アルストン、水素の音、アルストン。この必要最低限。チャレンジエボが出ないのだ。次で飛躍したい。赤カマロ、カストロ議長、水素の音。Super Trofeo、裏アルフィエリ、ヘミヘミコンピューター、赤カマロ、異国情緒あふれる乗り物。Super Trofeo、停滞感がすごい。10% ならこれで御の字なんですが。おいおいよ、落ち着け。いきなり一路日産、アルフィエリ、ジャガー横田、カストロ議長、チャレンジへ暴力、ポルポルくん、ベンツくん、ジャガー横田。Super Trofeo、ええんちゃうか、最高ちゃう。これを続けたいですね。ここからだ、ここからが大切だ。水素の音。Super Trofeo、エボーラ、ナイボーイレブン、フサフサ、ヘルビー、カマロ、水素の音、ワールカン、アルストン。なかなかリズムに乗れない、そんな感じであります。嫌な予感がするよ。やめてくれよ、カマロ、ゼロプーのカマロ、スクーデリアキャメロングリッケンハウス、エボーラ、ナイボーイレブン、カストロ議長、ゼロプーのケイマン、うごごごご。そろそろ来るとは思っていたが。気持ちの切り替え、それが大事。ふさふさ、Super Trofeo、ヘルビー、ケイマン、ラフェラーリ、ゼットフィア、異国情緒あふれる乗り物、ライ異国情緒あふれる乗り物、アルストン、爆発力に乏しい。最近はよく冷える。よろしくお願いします。ケンナオコ、スクーデリアキャメロングリッケンハウス、グリフィス、ランエボ、アルフィエリ、Super Trofeo、ジャガー横田、ジャガー横田、コズモレンジャージェライン、アルストン。外れた鬱憤ってのは蓄積されてるんですよ。その蓄積を爆発力に変えて不発弾になりそう。わかるマン。さあ、お前の底引きを数えろ。罪だろ。1つ、2つ、3つ、マイバー、4つ、5つ、シロン、スクーデリアキャメロングリッケンハウス、一路日産、終わりー。最後の最後、爆発いたしました。ここでやめた方がいいでしょう。賢明な判断だ。次を開けたら底引きの未来しか見えない。排出の結果ですが、なぜクラス B の車が一番でないのか。代わりにアルストンが出たので、これが次回以降のスターアップにつながってきます。最後にこの車の説明をしましょうか。
なかなか高水準でまとまっています。ウィークリーのリーダーボードでもちょくちょくこの車を見かけますね。車の実力は確かだけど、乗りこなすのは難しいかも。クラッシュでは活躍できそう。でもイベントが来ない、育てられないジレンマ。ヒーハントが来たら育ててみたい車ですね。そうだよ。ということで、今回の動画はここまでです。また次の動画でお会いしましょう。